はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は今後発売予定になるかもしれないユニークな街づくり系シミュレーション作品をピックアップしました。街づくりシミュレーションは数あれど、王道の都市開発シミュレーションの完成形と言っても過言ではないシティーズスカイラインを超えるような作品はなかなか出てこないでしょうね。そこで今回は王道街づくりとは一味違ったユニークな街づくり系シミュレーションゲームを紹介していきます。発売未定の作品が多いので、こんな作品もあるのか程度でウィッシュリストの参考にしてもらえたらと思います。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずはじめにワイルドウエストビルダー、発売日は未定、日本語対応予定の作品です。フォロワー数は320人。西部開拓時代を舞台にした街づくりシミュレーション。アメリカの荒野にゼロから街を建設。酒場、ガンショップ、教会、馬小屋などウエスタンな街並みを作ることができます。街が発展してくると鉄道なんかも登場します。人々が集まり出すとおのずと荒くれ者のカーボーイ、列車強盗に野蛮なインディアンといった街の平和を脅かす小悪党も集まってくるので、保安官事務所を建てたり公主台を建設し、死刑執行人を雇い、時には厳しい決断を下し街の平和を守る必要があります。アメリカの西部開拓時代を舞台にしたユニークな街づくりシミュレーション、ワイルドウエストビルダーは発売未定、日本語対応予定の作品です。バンカービルダーアトランティックウォール、発売日は未定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は370人。軍事要塞建築シミュレーション。1944年、ドイツ軍と激しい攻防の末、連合軍が勝利を収めたノルマンディ上陸作戦。歴史にもしもありませんが、プレイヤーは建築家となって1942年、フランス沿岸ノルマンディ地方に軍事要塞を築き、連合軍のノルマンディ上陸を阻止して歴史を塗り替えるといったゲームです。連合軍の爆撃を受け続け、ドイツ国内の深刻な資材不足といった社会情勢の中、建築機械の手配、鉄筋、セメントの供給の確保など様々な困難に直面しながらも要塞を建築しなければなりません。また要塞はドイツ国防軍エルヴィン・ロンメル参謀による厳格な評価基準をクリアしなければならないので、ただ単に要塞を建築するだけではなく、要塞化された塹壕、適切な射撃位置に配置された重火器、隠れた砲手配備などを考えながら機能的かつ難攻不落の要塞を築いていく。連合軍のノルマンディ上陸を阻止して歴史を変えるユニークな軍事要塞建築シミュレーション、バンカービルダーアトランティックウォールは発売日は未定、日本語未対応の作品です。サイバータウン、発売日は未定、日本語対応予定の作品です。フォロワー数は1300人。サイバーシティ建築シミュレーション。新しい惑星に降り立ち、資源を集めサイバーシティを建築していく。そして新たな惑星を植民地化するため、または町の市民を守るため、軍隊を作り戦闘に備えていきます。建築だけではなく、市民の要望や経済システムなど都市運営要素もあり、ストライキ、反乱といったアクシデントなんかもあるみたいです。ゲームトレーダーを見た感じでは、戦っている時はアンドロイドのようです。もしかしたら戦闘メインのゲームなのかもしれません。Steam でも意外と少ない未来都市建築シミュレーション、サイバータウンは発売日は未定、日本語対応予定の作品です。フィッシャーマンズヘブン、発売日は未定、日本語対応予定の作品です。フォロワー数は1560人。漁業集落作りシミュレーション。南国の離島にあるのどかな漁村を発展させ、豊かな交易の街フィッシャーマンズヘブンを目指すゲームです。離島での生活は見かけほど簡単ではなく、何が潜んでいるかわからないジャングル、予測不能な熱帯の気候など、自然と向き合いながら建物を建て、食物を育て収穫し、人々の面倒を見ていかなければなりません。村を発展させるためには材料となる資源が必要ですが、人里離れた離島ではとても希少です。村を訪れる外国の商人との交易をうまく活用することが重要になってきます。漁業をメインとしたゲームなので、漁船のカスタマイズや投網や鵜飼といった様々な漁法が登場するみたいです。個人的にはグラフィックも綺麗で気になる作品。
南国の漁村をテーマにしたユニークな街づくりシミュレーション。フィッシャーマンズヘブンは発売日は未定、日本語対応予定の作品です。ビルド&ディスカバーアメリカ、発売日は未定、日本語対応予定の作品です。フォロワー数は1890人。アメリカの歴史を描いた街づくりシミュレーション。プレイヤーは大航海時代に新大陸に上陸した歴史的な時代から植民地時代、西部開拓時代を経て近代へと何世紀にもわたる歴史的な出来事を通して体験していきます。豊かな自然広がる手つかずの土地に建物を建て、アメリカ合衆国の歴史が始まります。ゲームでは実際の歴史に基づいた様々なイベントが発生し、プレイヤー自身が決断を下さなければいけない場面もあるみたいです。また街づくりだけではなく、政治的経済的発展や予期せぬ脅威への対処なども考慮しなければなりません。最終的には50の州を結び、アメリカ議会を立ち上げ、スター&ストライプスを掲げましょう。アメリカの歴史を体験できるユニークな街づくりシミュレーション、ビルド&ディスカバーアメリカは発売日は未定、日本語対応予定の作品です。クラウドエグザイルズ、2022年リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は3240人。高き塔の上に楽園を築く街づくりシミュレーション。地上ではゾンビで溢れ返る世界を舞台に高き塔を増築し、雲の上に生存者の楽園を作るサバイバル要素を兼ね備えた街づくりシミュレーション。活気にあふれた街は突如として黒い霧に覆われ、ほとんどの人がゾンビになってしまった世界。プレイヤーは幸いにもゾンビとはならず、高い塔のような建物の上で目を覚まします。塔を拠点として地上に降り立ち、食料、資材、まだ生きている生存者を見つけ、拠点を拡張し、人類最後の楽園を築いていくユニークな作品。クラウドエグザイルズは2022年リリース予定、日本語未対応の作品です。スイートトランジット、2022年リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は5340人。輸送手段は鉄道のみの街づくりシミュレーション。一軒の倉庫から駅やプラットフォーム、線路を建設して周囲の村同士を結び、労働者や市民、物資を運び都市を発展させていきます。産業形態の進化とともに都市機能が拡張され、蒸気機関からディーゼル機関へと鉄道技術も進歩していきます。また市民や労働者にも気を配る必要があり、住居や食料といった社会基盤を整備し、人々の幸福度を高く維持することで税収が増えたり、労働者には水や食料などの物資を届け、生産性を下げないように配慮しなければなりません。輸送手段は鉄道のみというユニークな街づくりシミュレーション。スイートトランジットは2022年リリース予定、日本語未対応の作品です。アイアムデクテーター、2022年リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は6340人。世界で最も偉大な国でミサイル作りシミュレーション。プレイヤーは某小国家の某ミサイルマンとなり、世界の超大国に屈しない国を作り、国民に富を提供し、軍隊を作り、世界中の尊敬を集め、より良い世界を作り上げていきます。生き残るためには工場建設、軍備改善、ミサイル開発、スキルや技術の向上など独自の戦術を開発し、敵対する超大国の攻撃から祖国を守らなければなりません。ランダムで発生するイベントでは、選択した決断により国民との関係が変化し、生産技術、科学技術の発展に影響を与えるなど、国内外の問題と向き合っていくことになります。近隣諸国との交渉を有利に進めるために、新型ミサイルを開発し、何発か試し撃ちすればいい交渉材料になるでしょう。超大国からの圧力に屈せず国民を導き、世界で最も偉大な国家を作るユニークなミサイル作りシミュレーション。アイアムデクテーターは2022年リリース予定、日本語未対応の作品です。レイサラサミットキングダム、2022年リリース予定、日本語未対応の作品です。フォロワー数は7670人。過酷な鉱山で街づくりシミュレーション。マチュピチュをイメージしてしまう本作は、
低地を追放された民が新たな居住地を求め鉱山に町を作るといった町づくりシミュレーションです。それぞれ異なる特徴を持った山々は形状が異なるだけではなく、植物の配置、資源の有無、気象条件など様々。緑豊かな低地で農業を営む場合もあれば、氷河の頂上に近い危険な地域で繁殖や貴重な鉱物の採取に頼らなければならない場合もあります。そういった複数の都市をつなぎ、物流網を構築し、交易ルートを確立していきます。山に住む人々は常につきまとう危険の一つ、巨大な雪崩と向き合って生きていかなければなりません。雪崩を止めることはできませんが、自然対策と準備をすることで被害を最小限に収めることもできます。最終目標は山の頂上に神殿を建てること。標高や天候といった過酷な環境下の中、安全な輸送ルートを確立し、大量の建築資材を運び込み、レイサラ王国の再建を目指しましょう。鉱山に街を作るユニークな街づくりシミュレーション、レイサラサミットキングダムは2022年リリース予定日本語未対応の作品です。インフェクションフリーゾーン、発売日は未定、日本語対応予定の作品です。フォロワー数は13,500人。ゾンビサバイバル街づくりシミュレーション。感染者を凶暴化させるマッドウイルスによって崩壊した世界でセーフゾーンを設置し、既存の建物を使って避難所や生産施設、ライフラインを確保し、壁や門で囲まれた防衛都市を構築していきます。本作は実在の都市の地理データを利用しているので、都市名や町名を入力すれば世界中のあらゆる場所を生存者の拠点にできます。さらに拠点選びが重要となり、防衛に最適な地点、食料品、薬局などの場所、武器や資源を探索する場所などを考える必要があります。毎晩のように大軍で押し寄せる感染者をあらゆる手段で退けながらも都市を拡張させ、ワクチンや治療薬を研究し、人類の勝利を目指す。ウイルス感染者から防衛都市を築くユニークな街づくりシミュレーション。インフェクションフリーゾーンは発売日は未定、日本語対応予定の作品です。ザ・ワンデリング・ビレッジ、2022年リリース、日本語対応予定の作品です。フォロワー数は21,800人。巨大生物の背中で街づくりシミュレーション。物語の舞台は有害植物から発生する猛毒の胞子によって汚染されてしまった地球。地上での生活が困難になった人々が生き残るために身を寄せたのは、おんぶと呼ばれる放浪する巨大生物の背中の上だったという街づくりシミュレーション。プレイヤーは生存者たちのリーダーとなって、おんぶの上の限られたスペースを最大限に利用して街を作り、生産チェーンを構築していきます。また街を発展させるだけではなく、猛毒の胞子を発生させる有害植物を焼き払ったり、おんぶとの信頼関係を結ぶことも必要になってきます。果たして人々は安住の地を見つけることができるのか、またはおんぶの上で一生を過ごすのか。巨大生物と共生しながらも都市運営を行うユニークな街づくりシミュレーション。ザ・ワンデリング・ビレッジは2022年リリース予定、日本語対応予定の作品です。バイキングシティビルダー、発売日は未定、日本語対応予定の作品です。フォロワー数は28,700人。バイキングをテーマにした街づくりシミュレーション。プレイヤーはバイキングの長となり、ヨーロッパの街を襲い、その廃墟の上に新しい集落を築き、住居、畑、造船所などを建て、住民に仕事を割り当て集落を運営していきます。すべての建物や船などはその時代の建築に基づきリアルに再現されているとのこと。また奪われた土地を取り返しにやってくるヨーロッパ人と戦うリアルタイムストラテジー要素などもあり、強力な軍隊を率いてやってくるので城壁を築き対抗しなければなりません。バイキングをテーマにしたユニークな街づくりシミュレーション、バイキングシティビルダーは発売日は未定、日本語対応予定の作品です。フロストパンク2、発売日は未定、日本語対応予定の作品です。フォロワー数は44,300人。極寒の世界が舞台の街づくりシミュレーション。戦争サバイバルシミュレーション This of Mine のクリエイター陣が手掛け、前作も好評で販売数300万本を超えたフロストパンクの最新作。
フロストパンク2のプレイ映像がなかったので、今映っているのは前作のプレイ映像となっております。地球文明を崩壊に追いやった前作の大寒波から30年後の1917年が物語の舞台。時代の流れとともに都市の発展や新たな資源の探求という現実に向き合うこととなり、熱源装置の動力資源も石炭を利用した蒸気機関から石油を利用したディーゼル機関に進化しました。摂氏マイナス100度を下回る極限の環境下の中、プレイヤーは彼らのリーダーとなり、生存をかけ極寒の世界で地球最後の都市を築いていくといった作品です。極寒で生活する住民の健康管理に気を配りつつも、食料の調達、住居の建設、インフラの整備などを行っていき、街を発展させるだけではなく、いかにして生き残るかに焦点が当てられたシビアなサバイバル街づくりシミュレーション。シティビルドだけではなく、都市では手に入らない資源を求め遠征に出たり、住民を統制するために法を制定し社会を形成していく。時には代償を伴う決断を迫られることにも対処しなければなりません。常にギリギリの状態で都市運営をしていくハードな街づくりシミュレーション。フロストパンク2は発売日は未定、日本語対応予定の作品です。はい、今回は今後発売予定になるかもしれない王道街づくりとは一味違ったユニークな街づくりシミュレーションゲームを紹介していきました。気になった作品があったらウィッシュリストの参考にしてもらえたらと思います。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報などを簡単にわかりやすく紹介しております。また PC ゲームを始めたい方に Steam の使い方や役立つ情報なども紹介しているので参考にしていただければと思います。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆さん明日も良い一日になりますように。次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。